不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。このお話は北関東で土建業の仕事をしている独身男性の方の体験談です。その方を仮に佐山さんとしておきます。佐山さんは30代半ばで北関東のアパートで一人暮らしをしていました。佐山さんの仕事は屋外なせいか、休みの日はあまり外出をせず、自宅のアパートで一人のんびり一日中読書をして過ごすことが多かったそうです。つまりアウトドア派ではなくインドア派でした。そんな方でしたから夜遅くまで仲間と繁華街を飲み歩くなどということもめったになく、夜は毎晩きちんと12時前に布団に入っていました。そんなある夜のことでした。佐山さんはいつもの時間に布団に入り、いつものようにぐっすり寝ていたそうです。するとしばらくして突然目が覚めてしまいました。寝入ってからおそらく数時間は経っているようでしたが、夜中に目が覚めることはめったにない佐山さんでしたので、珍しいこともあるなぁと思いました。すると何かいつもの自分の部屋とは違う感じがしたそうです。空気が冷たく張り詰めたような違和感があったと言った方が正しいかもしれません。そして佐山さんはふと部屋の中に自分以外の何かがいるかすかな気配を感じました。次の瞬間佐山さんは血の気が一気に引いたそうです。自分の布団の真横に2つの大きな黒い影があったのです。佐山さんは驚愕し声も出ず、体も動きませんでした。その黒い影はよく見ると、どうやら2つとも獣のように四つん這いで静かに身構えているようでした。一つは人間の大人ぐらいで、もう一つは子供が四つん這いになっているような大きさでした。その2つの影は両手なのか前足なのかを畳の上について自分の方をじっと見ているように感じました。佐山さんは自分の心臓の鼓動が聞こえるのではと思うくらいの恐怖でしたが、目をそらさずに四つん這いの2つの影を見ていると、突然スーッと嗅ぎ消えていったそうです。さて朝になり、佐山さんはいつもと変わらない自分の部屋を見て安堵しました。そして昨日の四つん這いの影は一体何だったのかとずっと考えていました。それらが夢だろうがなかろうが、またあの四つん這いを見たらと恐ろしくなり、すぐ友人の A さんに連絡して昨夜のことを話しました。そして怖いからうちに泊まりに来てくれないかと頼んだそうです。それを聞いて友人の A さんは夢だったんじゃないのかと言ったのですが、佐山さんがあまりに怖がっているので A さんは仕方なく泊まりに行くことにしました。夕方早速 A さんが夕食後佐山さんのアパートに来たそうです。そしていつものように12時前に2人は布団に入りました。そしてその夜中のことでした。仕事で疲れている佐山さんも A さんもぐっすり寝ていました。しばらくして A さんはふと何かの異様な気配で目が覚めました。すぐ隣で寝ている佐山さんの方を見ると、いつもなら彼が深い寝息を立てて寝ているはずが、布団はもぬけの殻でした。あれ、あいつトイレにでも行ったのかなとそう思ったと同時に A さんはぎょっとしました。自分の布団の足元に佐山さんが四つん這いになってじっと自分を見ていたのです。こいつ何やってんだと驚き声をかけようとした時でした。A さんは自分の目を疑いました。その佐山さんの横に一列に並んだ2つの四つん這いの影があったのです。暗闇でよく見えなかったのですが、獣とも魔物とも言えない
得体の知れないものだったそうです。するとその四つん這いの2つの影はお互いの背中に爪を立ててかきむし合っていたのです。そして四つん這いになった佐山さんの背中も同じようにかきむしっていました。それはまるで野生動物そのものでした。A さんは信じられない光景に佐山さんに声をかけることもできず、恐怖で固まっていました。しばらく時間が無情に過ぎていったそうです。そしてどうしていいのか分からず、A さんはただじっと彼らを観察していました。するとやがてその四つん這いの生き物はぴょんぴょんと飛び跳ねて部屋から出て行きました。そして佐山さんも同じように四つん這いになって彼らに続いて獣のように飛び跳ねながら出て行ったそうです。A さんはあっけに取られてその様子を見ていました。そこまでは覚えていたそうです。そして A さんがはっと気がつくと朝になっていました。どうやらあの後いつの間にか寝てしまったようでした。すると A さんは驚いたそうです。自分の横の布団にちゃんと佐山さんが寝ていたのです。A さんは昨夜見た四つん這いの生き物と佐山さんのおかしな行動のことはまさかすべて夢だったのだろうかと思いました。でもそうではないとすぐ分かったそうです。その真横に寝ている佐山さんの布団からはみ出ている手足は泥まみれだったのです。すると佐山さんが苦痛な表情をして目を覚ましました。そして「なんだこれ!」そう叫んで自分の泥まみれの手足に驚いていました。そして背中がヒリヒリすると言って自分の背中を確認すると、なんと服が裂けてミミズバレのような傷がたくさんありました。佐山さんは「どうなってるんだ、いつの間にこんなことになったんだ」と心当たりが全くないという感じで自分についた傷と泥に驚愕していたそうです。A さんはさすがに昨夜のことはすぐには話せなかったということでした。A さんは最初は佐山さんの言う話は夢だと思っていましたが、これは紛れもない現実に起きた怪異だと分かりました。さてその後佐山さんはこの四つん這いの得体の知れない生き物と自分に起きたことが何なのかいろいろ調べて考えたそうです。あの四つん這いは動物でも犬猫以外のもの、狐ではないかと考えました。なぜなら狐だと仮定すると一つだけ思い当たることがあったからです。それは佐山さんがまだ子供の頃だったそうです。近所にお稲荷さんの神社がありました。佐山さんはそのお稲荷さんでいたずらもよくしていました。ある時友達と一緒に泥団子を作ってそれをお稲荷さんにぶつけて遊んでいたそうです。ただ悪運強く神主さんには見つからなかったので調子に乗っていたずらを続けました。そしてそれからでした。狐に関わるおかしな現象が時折起きてきたそうです。そのおかしな現象の詳しい内容までは聞いていないのですが、狐とはその時からの因縁なのでした。ところがなぜかお稲荷さんにいたずらを一緒にした友達の方には何もおかしな現象は起きず、佐山さんだけに起きたということでした。その理由は未だにわからないそうです。先日の夜中に現れた四つん這いの生き物はおそらくその狐の化身で、佐山さんはその狐に取りつかれてしまったようで、夜中になると四つん這いになり、夜な夜な外を走り回っていたのかもしれません。あの A さんが泊まりに来た夜は、たまたま土の柔らかい野山か畑を走っていたので、手足が泥だらけになり、夜中に自分が何をしていたか初めて気がついたのでした。そう考えると佐山さんがなぜ昼間あまり外出をしたがらずインドア派になったのか、
なんとなく分かったような気がしました。その後のことは聞いていませんが、佐山さんはこうして体験談を話せているので、おそらくこの出来事を機にきちんと各ある神職の方に相談し、お祓いを受けたのではないかと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。